ギラファノコギリクワガタはキバナガノコギリクワガタとも呼ばれ、世界で最長のクワガタムシで、大きいものは 120mm にも達します。産地によって体長や大顎の形が変わってきますが、大顎が湾曲しておらず、体色も黒一色。アジアに広く生息しています。顎は非常に長く、先端は曲がっているのが特徴です。体型は全体的に平べったい形をしており、体色は黒いが、亜種によって光沢が強いもの、弱いもの、上羽がやや褐色の個体もいます。種小名ギラファがキリンを意味する通り、大顎の比率が特に長く、大顎は根本の部分が太く盛り上がり、波打つように曲がっていて、先端は二股に分かれるが、亜種によって大顎がやや直線的なものややや細いものがいます。内側のトゲは左右対称ではなく若干ずれています。大顎があまりにも長すぎるために一般的には挟む力はあまり強くないと言われていますが、内側のトゲだけは非常に強い力を持っており、パラワンオオヒラタクワガタやスマトラオオヒラタクワガタなどの大型のヒラタクワガタ類に匹敵すると言われています。一般的にはそれほど気性が荒い種ではありませんが、闘争心を発揮した場合は大型のヒラタクワガタ類やマンディブラリス二股クワガタ、アルケスツヤクワガタといった世界最強クラスのクワガタにも引けを取らない戦闘能力を発揮します。生息地域はインド、ネパール、ブータン、ミャンマー、タイ、ラオス、マレーシアのマレー半島、インドネシアのスマトラ島やジャワ島などに生息しています。マレー半島のあるマレーシアという国は多民族国家であり、人口は 70% 近くを占めるマレー人を中心に中華系やインド系、その他の移民で構成されています。公用語はマレー語ですが、大多数の国民が英語を話すことができます。それはマレーシアは16世紀の初めにポルトガルの植民地に、17世紀の中頃からオランダの植民地、そして1874年からイギリスの植民地となりました。そのため長い間植民地として虐げられてきました。1941年に日本は大東亜共栄圏という中国や東南アジア諸国を欧米帝国主義国の支配から解放し、日本を盟主に共存共栄の広域経済圏を作り上げるという主張でマレー作戦を行いました。その後1942年から3年間は日本に統治されていました。日本の敗戦後に1945年に再びイギリスの植民地となり、1957年にようやく独立することになりました。これまでの植民地になった歴史的経緯から大多数の国民が英語を話すようになったため、日常英会話ができれば言語に困ることもありません。マレーシアは大きく分けてマレー半島とボルネオ島の2つの島からなる島国です。西側のマレー半島は南北に細長い半島であり、北緯10度のクラチ峡から北緯1度のタンジュンピアイまで約 1100km の長さを持ちます。面積は約18万 km です。マレー半島は南部のみがマレーシアの領土で、北部のタイと接しています。東側のボルネオ島も全てがマレーシアの領土ではなく、インドネシアとブルネイに接している形です。日本の東京からマレーシアのクアラルンプールまでの距離は約 5355km です。時差は約1時間です。人口は約1億人、国土は約33万平方キロメートルで、日本の約 0.9 倍の広さになっています。さて、話をギラファノコギリクワガタに戻しますと、ギラファノコギリクワガタは分布域が広く多くの亜種に分かれています。そのため多くの亜種は標高500メートルから1000メートルの中山帯の熱帯雨林に生息しています。季節に関係なく連続して発生していると考えられ、主に広葉樹の高木の幹の上で生活していますが、詳しい生態についてはあまり分かっていません。広葉樹の樹液を食べたり、オスは餌場やメスをめぐって争うと考えられています。しかし他の種より際立って木の粗さで目立つといったことはなく、
二股クワガタや平田クワガタには劣ります。メスは広葉樹の朽木に産卵する。幼虫は朽木の中で生活し、その朽木を食べて育ち、他のクワガタムシと同様にオスよりもメスの方が幼虫期間は短く、孵化してから7から14ヶ月でさなぎになります。さなぎになってから1ヶ月ほどで羽化し成虫になる。成虫の寿命は5から12ヶ月とされています。ギラファノコギリクワガタは産地により9つの亜種に分かれています。ではこれから亜種について、生息地域と名前の由来について説明していきます。1、ギラファノコギリクワガタ。原名亜種。生息地域ネパール、ブータン、インド北東部、カンボジア、ミャンマー、タイ、ラオス、南ベトナム、マレー半島。名前の由来はギラファ特有の体長の3分の1を占める非常に長い大顎から呼ばれています。ギラファにはキリンという意味があります。2、南インド亜種。ギラファニルギリア種。生息地域南インド、ロワーナジュガニという標高700メートルから800メートルの山林地帯に生息しており、クリプテロニアという超大木の高い枝先に集まるため、現地の人々は幹に大きな石をぶつけて、その振動で落下させて採集しています。ここは気温10度を下回ることもある降雨量の多い地域です。3、ボロブデュール亜種。生息地域ジャワ島、バリ島、スマトラ島。名前の由来、ジャワ島の世界遺産のヒンズー教寺院遺跡がボロブデュールと呼ばれ、この地より由来しています。ジャワギラファやスマトラギラファとも呼ばれています。4、ケースケ亜種。生息地域インドネシアのフローレス島、ロンボック島、スンバワ島など。名前の由来、水沼哲郎氏の次男の名前に由来しています。ケースケ亜種は光沢が弱いことと、体長がギラファノコギリ亜種の中で一番長く最大になります。5、ティモール亜種。生息地域ティモール島、ベター島。名前の由来、ティモール島より由来しています。6、スラウェシ亜種。生息地域スラウェシ島。名前の由来、スラウェシ島より由来しています。7、サンギール亜種。生息地域サンギール諸島、タフナ島。8、マキタ亜種。生息地域フィリピン、ミンドロ島、ルソン島。名前の由来、マキタ・マスミ氏の名前に由来しています。9、ダイスケ亜種。生息地域フィリピン、ネグロス島、シブヤン島。名前の由来、水沼哲郎氏の長男の名前に由来しています。ギラファノコギリクワガタの亜種は産地により特徴があり、顎の形状などが異なります。インドネシアのジャワ産とインドネシアのフローレス産があり、ジャワ産は体長はそれほど伸びず太めの大顎、フローレス産は体長は伸びますが大顎は細めです。ノコギリクワガタは体長によって大顎の形が変化しやすいですが、最大 100mm 台になるジャワ産と最大 120mm 台になるフローレス産では、同じ大きさのものを並べてみるとジャワ産のギラファの方が大顎がしっかりとしてギラファらしい湾曲を持ちます。同じ種類でもサイズや産地によって顎の形はいろいろと変わりますので見比べてみてください。その他に顎、内側のトゲの形が違う亜種が存在しており、非常に大型になる有名な種類で 100mm 以上になる個体もいます。多くの亜種が存在しますが、その中でもインドネシアのフローレス島に生息するケースケ亜種が一番大きく成長します。ギラファノコギリクワガタは神経質で寿命が短く、成虫の寿命は約5から12ヶ月です。オスよりメスの方がやや弱いため適切な管理が必要です。飼育難易度は中級クラスのクワガタムシです。ギラファノコギリクワガタなどの外国産のクワガタは日本の気候とは違う環境で生活しているため、日本での飼育では温度管理が必要になります。5から10月くらいの期間は常温飼育も可能ですが、夏場は気温が28度以上になる場所には置かないようにし、エアコンなどのある涼しい場所での管理するように注意が必要です。飼育温度は成虫
幼虫ともに18から25度。飼育用ケースは直射日光が当たる場所、強い風が当たる場所、乾燥するような場所に置くことは避けましょう。理想的な飼育ケース内の温度は約22から24度です。11月から4月くらいの冬場はパネルヒーターなどを使用してケースを保温し、飼育ケース内の温度を適温に保つようにしましょう。また繁殖を目的としている場合には飼育用ケース内にオスとメスを一緒に入れる場合もありますが、相性が悪いと喧嘩をしてしまうので、飼育用ケースは1匹ずつ分けて管理しましょう。昆虫類は常に食べ物を食べ続けている生き物なので、餌が切れないように注意することや、昆虫ゼリーは腐りやすいため2日から3日経ってゼリーが残っていても新しいものに変えましょう。床材には市販のクヌギマットなどを霧吹きなどで湿らせて使用し、深めの飼育ケースに深く敷き詰めること。マットは湿らせすぎるとダニ発生の原因になるため注意し、マットを湿らせすぎたり乾きすぎないように霧吹きで湿らせることや、マットも定期的に交換していきましょう。羽化後に交尾できるようになるまでの期間は3から4ヶ月程度です。産卵は産卵期でもマットのみでも大丈夫です。産卵後に禁止瓶を使った幼虫飼育も可能です。幼虫期間はオス約8から12ヶ月、メス約6から8ヶ月。体長はオス 65mm から 121mm、 メス 25mm から 50mm。 本個体は体長 111.5mm、 重量 12g。